どうも、博学多識の復習者ちゃんよ。今回は常世仮語の鎧について、ソロ出撃して検証してきたからその結果を発表するわ。具体的には前々回の動画で話していた部位ごとの鎧の剥がれやすさの差に関してね。あと地面に氷を設置して爆発させる攻撃がジャンプでかわせなくなったという情報。これも検証したかったしね。まず最初。とりあえず顧問弓を持ち込んで1箇所ずつ順に鎧を破壊してみたわ。そして各部位への総ダメージと初撃から破壊までの時間を計測。結果は、こういう感じ。1段目は破壊直前までの総ダメージ、2段目は破壊直後の総ダメージね。つまり鎧を破壊するのに必要なダメージは、頭なら288から324の間、翼の場合は110から139の間と推定されるということね。やはり翼は他の3つと比べて圧倒的に鎧破壊しやすいようね。もちろん鎧破壊の条件がダメージであればという仮定のもとだけど、こんな感じで同様に他の攻撃手段6つでも順番に鎧破壊してみた。その結果がこう。車線部は今回計測できなかったところ、もしくは測る必要がないと判断したところね。それぞれの攻撃手段は破壊までのヒット数もかかった時間も大きく違う。だけど破壊に必要だったダメージは概ね一致したわ。頭と尻尾と胴体はどの場合でも300ダメージ程度、翼は135程度を超えると破壊される。やはり条件はほぼダメージのみで間違いないわね。顧問弓でやった時は最初の検証だったのもあって、レア弓よりかなり破壊に時間かかってしまったんだけど、それでも必要ダメージが変わらないということは、鎧の耐久値に時間での回復はほぼないと言えるわね。さらに暗顧問非属性弓でも必要ダメージはほぼ同じ。鎧破壊に関しては非属性かどうかは直接関係はなさそう。あるとしても単純にダメージが通りやすいからってだけみたいね。空列強化や巨人の火をくらいでも弓での推測値に沿った結果が出てるわ。一発当たりのダメがでかいから詳細はわからないけど。あ、非属性の武器に関してはどれも途中で仮語に炎デバフが入ったわ。追加でソロでは520の固定ダメが入るみたいだけど、当然それは鎧破壊には影響ないみたい。カット率にデバフも入るけど結果を見る限り必要ダメージは変化なさそう。最後にトゲ玉拳、これは全て両手ため R2 での攻撃ね。これでも必要ダメージはやはり胴体尻尾で300程度。弓での推測値の範囲内に収まってるわ。耐性削りの高さも鎧破壊にはおそらく関係なし。ダメージレベルの高い巨人の火をくらいでも同様っぽいからそれの影響もなし。炎祈祷は1発か2発で破壊できちゃうから推定ダメージ幅が大きくて今回の結果だけでは完全に影響がないとは言い切れないけどね。厳密に検証するならもっと威力の低いものを用意すべきだけどまあ今回はこのくらいで許してね。これらの結果から、やはり鎧破壊の条件はほぼダメージのみだと言っても問題ないでしょう。あともう一つ言っておかないといけないのは部位ごとのダメージの通りやすさね。破壊に必要なダメージ自体は翼以外の3部位は大差ないけど、実際にはそれぞれ出るダメージが大きく変わるから実質的な耐久値もまた別になる。顧問弓だと1ヒットあたりのダメージはそれぞれこうなっていたわ。他の攻撃手段も大体これと同じ比率。胴体が足とお腹でダメージが違うのは知らなかったわ。他にもダメージ異なる部分があるかもしれない。気づいたら教えてね。弓だと距離減衰と一つカウンターの存在でなかなか本来のダメージを見つけるのが大変なのが困る。頭は幹にも弱点部位でダメージ 1.25 倍と書いてたしやはりかなりダメージ通りやすいみたい。翼は普通。胴体は足だとかなりダメージ減衰されるけど、お腹とかだと翼と一緒かな多分。頭が 1.25 倍とされてるなら基準は翼とお腹とするのがいいみたいね。尻尾は少し減衰。大まかに比率にするとこう。これを先ほどの表に当てはめるとそれぞれの実質的な耐久値はこうなるわ。さらにわかりやすく翼を1とした比率にするとこう。頭は翼の2倍弱、お腹は翼の2倍強。尻尾は翼の 2.6 倍、足は翼の3倍以上。もう攻撃を当てないと鎧を破壊できないということね。頭が少し低くなるけど、殴りにくさ考えると鎧破壊しやすいとまではいかないかな。足以外の胴体を殴るのが効率いいのかも。逆に言うと足は一番効率悪くて尻尾がその次。以前に攻撃手段重装で長期戦になった時、なかなか鎧破壊できなかった理由がわかったわ。重装だとほぼ足か尻尾にしか当てられないものね。噴火系、火柱系の攻撃が強い理由も理解できた。翼に当たるだけでなく足でない胴体部分に攻撃できるのがいいのね。遠距離武器がある場合は足や尻尾よりも胴体や翼、体の上の方が狙い目。ということかしら。
とりあえず鎧破壊に関してはこんなところかな。あとは検証時についでに得られたおまけ情報。鎧破壊時に追加ダメージがあることはご存知だと思うけど、そのダメージはどの部位でもどの攻撃手段でも同じ、ダメージもほぼ固定でソロだと386か387だった。当然このダメージは鎧破壊には関係なしね。あとソロでやってみて思ったんだけど、ソロだと鎧破壊してもカリゴ全然耐性崩さないのね。今回の検証で何回も鎧を全て破壊し尽くしたけど、それだけでは一回も耐性崩さなかったわ。コモン弓で時間かかった時ならわかるけど普通に炎気筒で素早く破壊し尽くしてもダメだった。マルチだと大体3箇所破壊ぐらいで耐性崩すイメージなんだけど、ソロだと鎧破壊での耐性値削り小さいのかな。それとも手数の差？鎧破壊後にため攻撃数発入れてようやく。こんな厳しかったっけ？鎧を再びまとう条件は耐性崩すことだから、4箇所破壊し尽くすだけじゃいつまで経っても鎧まといしてくれないのよね。ダメージはずっと通りやすいわけだから裸のままでも問題ないっちゃないんだけど。いやでもやっぱ鎧はまとい直してくれる方が嬉しいかな。行動を制限できるし鎧破壊での追加ダメージも美味しいし。カリゴの耐性崩しについてもわからない部分があるんだけど、まず基本的な情報を共有しましょう。カリゴの鎧破壊はそれぞれ一定の耐性値ダメージがある。カリゴの耐性値を削り切れば同時に全ての鎧が破壊されてその後再びまとい直す。これはずっと前から言われてる情報だしウィキにも載ってるから合ってるはず。問題は耐性値が時間で回復するかどうか、そしてその回復スピード。時間回復するのは間違いないと思うわ。今回の検証1回目、コモン弓でカリゴの鎧剥がし尽くした後、耐性崩すために呪詛でため攻撃計18発入れたんだけど一向に耐性崩してくれなかったわ。コモン弓での鎧破壊に相当時間かかったのもあるし、ため攻撃も安全優先だったから攻撃してない間に回復されたと考えるのが自然ね。そもそも本編からほとんどのエネミーは時間で耐性値回復するしね。でもかといってエルデンリング本編みたいに、長くても10秒程度の経過ですぐ耐性値回復するってのも違う気がする。それだとワールドツアーごとに耐性値全回復されていつまで経っても耐性崩せないってことになってもおかしくないはずよね。実際にマルチでやってる時はワールドツアー挟んでも普通に耐性崩せる印象だし、耐性値の回復が始まるまでがかなり遅い、回復スピードが遅い、ワールドツアー中は回復しない、とかそこら辺かな考えられるのは、また有識者いれば教えてほしいものだわ。耐性値の時間回復があるという前提ならば、鎧破壊はむしろ時間かかる部位から行うのもいいのかも。遠距離攻撃手段がある場合、すぐに破壊できる翼はあえて手を出さずに先に胴体や尻尾を攻撃。そっちが破壊できた後すぐ翼の鎧を破壊すれば耐性値を一気に削れてダウンさせやすい。みたいな戦法が考えられるわね。机上の理論だけど。意外と適当に足やら尻尾狙ってた今までの戦法でも悪くはなかったのかも。そのあたりは今後のマルチ出撃でじっくり検証していくとしましょう。まあマルチとソロで鎧破壊に関する仕様が異なる可能性もあるしね。一応今回の検証結果はマルチでやってきた体感に沿うものだったし、大きく違うことはないと思う。いやそう願うわ。さて、次はアプデによってジャンプで避けられなくなったという例の攻撃に関してね。実際にやってみた。キャピ。マジで避けれないし。もう一回。ほにゃ。間違いないわね。ジャンプでは避けられない。以前はジャンプで避けられたのは間違いないと思うんだけど、昔の動画を引っ張り出してきたわ。この出撃は去年の11月5日。こっちではジャンプで避けれてるわ。これも。間違いないわ、アプデで変わったというのは本当だったのね。だったら他の地面爆発はどうなのかしら。他にも同じような攻撃あったわよね。後方尻尾叩きつけ投げ払い、からの地面爆発。こっちはジャンプ回避できるのね。あと2連引っかきからの2連尻尾投げ払い。これもジャンプ回避可能。数回試したから間違いないわ。あとは、片翼で前へすり上げる攻撃にも地面爆発ついてたんだけど、検証できてないわ。この攻撃頻度低すぎるのよ。これに関しても避けれるか知ってる人いたら情報求む。さらにもう一つ、尻尾霊気山自体にも2種類あるわね。さっき検証した単発のものと突進回転ブレスコンボの締めのもの。後者の方でどうなのかも検証忘れちゃった。尻尾霊気山には変わりないからそっちも避けられないようになってるわよね。知ってる人コメントよろしく。
この検証、ガバガバすぎる。まあ鎧破壊に関してがメインだったから、一応検証のついでにローリングで避けれるようちょっと練習したけど、どうしてもジャンプしそうになるのを我慢するのが大変だわ。ていうか見た目もタイミングもどう見ても同じ攻撃なのにジャンプで避けれたり避けれなかったりするのどうなのよ。むしろ全部ジャンプ回避不可にして、欲しくはないけども、やっぱジャンプ回避が明らかに簡単だしね。ジャンプで許されるなら絶対そっちの方がいい。困ったものだわ。地面爆発に関してもこんなところかな。またソロ出撃で私の貴重な出撃時間が奪われてしまったわ。でも深き夜マルチで試すのもリスクあるし仕方ないか。せめてもう少し簡単に夜の王と戦えたら楽なんだけどね。では今回もご視聴感謝。また見てね。